もう4月にもなりまして、新年度ということでみんないろんな新生活が始まってるかなと思うんで、僕は特に何も変わりないんですけど、新生活が始まってるかなと思うんで、そんな中やっぱ新生活って不安やん。僕はめちゃくちゃもう嫌いで、新生活とか環境変わる時だから、そんな中やっぱみんな不安な中、ちょっと僕のエピソードでも聞いて安心してほしいなというような動画を撮ろうかなと思って、自分のちょっと何してたかとかさ、いくつの頃、20歳の頃何してたかとか話しながら、ちょっとこんなやつでも生きてるよっていう安心をしてもらえればなと思いますって思ったんやけど、なんか今日寒いな、急に寒いな。お茶入れます。豚汁をね作りまして、もう精神衛生がとてもいい。豚汁がこんだけあるっていう素晴らしいね。精神衛生上とてもいいです。あとはポトスをちょっと切りまして、切って増やしてる途中。これまだ発芽じゃない、発根してない。ちょっと途中で切って、この辺からこのちょこって出てるとこから根っこが出たら違うとこに植えるみたいな。どうですかみんな、新生活は。僕のチャンネルは結構年齢層が高いんで、そんなに社会人になりましたとかいう人はそんなに多くないかなと思うんやけど、ちょっと逆にあれか、新入社員入ってきましたとかさ、そういう感じか。ちょっと僕はちゃんとした社会人をまだ一度も正社員とか経験したことないんでわからないですが、みんななんか頑張ってるかなと思って。髪の毛がもうすごい伸びてきたんで、一回切ろうかなと思ってる。これちょっとこの辺まで切ろうかなと思ってます。新卒でさ就職する人って今いくつや、22とかか。大卒やったら22か。専門出たとかやったら20歳か21かとかなんかな。まず高校を卒業したらさ、みんな専門学校かさ大学かに行くか就職かっていう3つやん。僕はもう高3の夏に高校を辞めまして、あとちょっと行ったらもう卒業やんみたいなタイミングで、ほんまにもうメンタルの限界が来ちゃって学校行けへんくなって、そこから通信に行って、なんとかその年で高卒にはなるんやけど、通信に行くと就職の案内とかさ、大学行くかみたいな、そういう進路を何もしてくれへんわけ、通信に行くと。だから結構自分で何とかせなあかんのよ。先生にせかされるとかないから。だからありがたいもんですよ。高校でちゃんと先生がどうすんねやみたいな、就職すんのか大学行くんかみたいな心配してくれるのは、僕からするとそれってなんか、ありがたいっていうとあれやけど、なんか大事やなっていう風に思うな。ほんでそんなこんなで通信を卒業しまして、高卒にはなって、そこから1年フリーターをしまして、高1から働いてるガソリンスタンドで、4年間働くことになるかな。高校3年間とプラス1年フリーターで4年間働くことになるねんけど、OK のほうじ茶、これめっちゃうまいよ。
取って取れたんやけどまだ使ってる熱っと思いながら使ってる。ずっとなんやっけ、専門じゃない、そっから4年間フリーターしまして、で1年間フリーターという期間が続いて、まあもうフリーター人生なんやけど、ずっともうそっからなんやけど、まあそれで1年こう働きながらずっとどうしようって考えて、なんかその時の自分の注目というかやりたいことは2つあって、まずは IT 系プログラマーとかになりたかったわけ。なんかその時結構自分高校生の割に意識高くて、だから僕が高校生とかまあ19歳とかかな、2019年の頃にまあ AI とかも来て、ほんでプログラマーが生き残る時代みたいなことを言われてて、ほんでその時にもう今ある仕事の 60% ぐらいがなんか20年後とかかなにはもうなくなりますよみたいなことが言われてて、じゃあ何が残りますかって言ったら AI とかのプログラマーになったら、まあ、だいぶ強いみたいな、そういうプログラマーってこうプログラミング言語っていうのがあんねんけど、その Python とかさ、そういう言語があって、いろいろ例えばスマホでもさ、このアプリのボタンタッチしたらそれが開くっていうのは、裏でそういうプログラマーの人がコードをバーって書いて、ここを押したらこれが開きますよとか、そういう風にちゃんと設計してる人がいるわけ。そういうのとか、まあ収入的にもいいから、なんかちょっと興味があったわけ。そういうのなんか知らんけど、今やれるかって言ったら多分絶対やらんなって思うけど、その時は興味があったんよ、その時の自分はな。でもう一つは服飾系で、まあ高校生の頃からめっちゃ田舎やったんやけど、そうもう16とか16歳2016年とかから ZOZO タウンで服買ってて、なんかその時うちの地元で ZOZO タウンで服買ってる人なんて多分誰一人おらんかったと思う、自分以外。もう高校生になった瞬間にクレカ作ったかな。クレカも作って、でバイトもまあしてたから、それで服買って、その時に2万3万ぐらいの革ジャンとか買ったな。だいぶ背伸びして、もう全然着いひんかったんやけど、それぐらいなんか服はなんかその時好きやった。まあ今も好きやけど、それで服飾行こうかなとか、なんかぼんやり思ったりして、でじゃあ服飾行った先に何が待ってるのかとか、結構そういう先まで考えるんよ。そしたら、まあ、なんか結局服飾行ってアパレル店員やったとしたら、まあ全然収入は難しいやん。難しいというか、まあそれなりに稼ぎたかったわけ。なんか平均月収は嫌やなと思ってて、それ以上稼げる、その跳ねるこの会社員したら20万、せいぜい20万やん。それ以上っていう未来がもう見えへんくない？だいぶ。けどプログラマーやったら、その自分で個人事業主になれば、こう上はこう上げれるし、けどじゃあアパレル行ってもうアパレル店員になったとしたら、その上はもう見えちゃうわけやん、ここが。まあ、せいぜい店長とかになったとしても、あ、ここまでやなみたいな考えてて、その1年間ですごい考えたん、いろいろ。だからじゃあアパレルで稼ごうってなったら自分のブランド持たなあかんなとか、そういうの考えてて、でまあ結局、アパレルはいいかと思ってプログラマーになりたいと思いまして、そういう学校に行くんですね。専門学校に。高校もメンタルの不調でも明らかにメンタルの不調で辞めたから、
なんかここで絶対にここでなんか人生立て直してやるんだみたいなこう意気込みがあって、ほんまにこのずっと社会的にだらしない人間でいたくないみたいな気持ちがあったから、だから多分そっちを選んだんやな。そのアパレルよりちゃんと金銭面で稼げるっていうあれがあるプログラマーとかの方に行こうと思ったんやろな、多分。で結局専門学校に入りますと、入学します。4月に京都に引っ越しました。地元から京都に引っ越しまして、で始まりますのタイミングでコロナが来るんよ。ちょうどコロナっていう病気出たらしいでみたいな、しかも人死ぬらしいみたいな時、もうほんまにスーパーに行って、スーパーから帰ってきたらもう商品にアルコールかけて消毒して手も洗ってみたいな時期よ。ほんまに死ぬでみたいな時期で、ほんでそこでせっかく入学したんやけど、なんかズームみたいな感じになって、ズームで授業しますみたいな感じになって、でもラッキーと思って、朝起きんのめっちゃ苦手やし、なんかもう学校っていうものに結構アレルギーがあって、ちょっとそこら辺もあれないけど、ほんまに中高となんか先生とかにすごい怒られたりとか、なんか学校来いよみたいなめっちゃ言われたりして、でもなんかその気合サボってるやろみたいな感じで言われることが多くて、でも自分的にはそうサボってんじゃなくて、明確ななんか原因があって、ほんまに多分その時から鬱っぽかったんやけどそういうのでいけへんのに、周りからこう結構違う風に捉えられたりしてて、そういうのがほんまにストレスでやめちゃうって感じやったから、そのリモートで授業を受けるのは自分にめちゃくちゃ合ってて、ラッキーって感じで、そういう対人へのなんかストレスとかないし、めっちゃいいなと思って、その1週間、最初入学してから1週間だけその Zoom で授業がありまして、でその間もなんかほんまに自分はもうそこら辺のなんか適当に専門学校入ったやつとは違うんだっていう自負があって、なんかほんまにここでもう立て直してやるっていうほんまに思ってたから、こう Zoom で授業が終わった後になんかそのみんなさっとこう抜けていくんやけど、自分はもう残って、ここのこれってどういう意味ですかとか聞いてたんよ。ほんまになんか知りたくて、それがここで手抜いたらまた同じことになると思ってたから、そういう意欲はめちゃくちゃあって聞いてて、ほんでリモートが1週間だけあって、その次からはもう登校ですみたいになったから、その時の一発目かなんかでもう朝起きれへんくて、起きれへんっていうか起きてるんよな、起きてるんやけど、なんかほんまに朝血が昇らへんくて、なんか朝のほんまに具合がめちゃくちゃ悪くて、学校に行けへんみたいな、もう脳が止まっちゃうみたいな感覚があって、自分の中にそういうのでも高校行けへんくなったんやけど、それがもうまた繰り返しちゃって、専門学校でも。ほんでそこに追い打ちでも自分の状況を知らへん先生からなんか何してんだみたいな、大学やったら多分そんなことないんやけど、専門学校ってもう高校から上がりましたみたいな、そのまんまやから、結構先生もそんな感じでそんな風に言われまして、もうその瞬間にまた同じやってなって、またこの同じ気持ちフラッシュバックしてるわみたいななって、もうめちゃくちゃ鬱になって、その時でもうそれも親にお金出してもらってるというか、奨学金は借りるんやけど、他のもろもろちょっと家賃とか出してもらってるし、ここでこけたら迷惑かけるわと思って、もうすぐ辞めたんよ。1週間で辞めた、専門学校やばくない？そのオンラインの時だけ行って、もう登校が始まった瞬間にもうそれがフラッシュバックしちゃって、このまま引きずったらまた時間無駄にすると思って、時間も金も無駄にすると思って1週間でやめた。あんだけ1年かけて悩んで決めたのに、これはもう無理と思って、
でまあそこからもうフリーター生活ずっとって感じですね。なので社会人のレールに乗れてるだけ僕は周りの人がすごいなって思う。なんかちゃんと就活とかしてさ、面接とか行って、もう面接なんかほんまに苦手やから、だからもうぬるっと入りたいよな。なんか人脈とかでさ、もうこの年になってくるとさ、まあいろんな入り方あるやん。その面接一つだけじゃなくてさ、だからいろんなパターン見えてくるやん。だからそういうのでぬるっと入りたいわ今。そういうのが向いてないなということがなんか分かりまして、だからもうやめてんな、その時から。もうそういう自分に合ってないことするのやめようって思って、そこでもう結構なんか吹っ切れた感じ。もうずっと同じこと繰り返してるわと思って、中学高校専門学校ってなって、ずっとやってるこれってなって、もうこれやってる限りずっと同じことの繰り返しやし、なんかちゃんと一旦自分のなんかやりたいこととかやりたくないこと、なんでこうなるのかみたいな、そういうもっと根底の部分を知ろうと思って、もうそこからはなんかそういうのを信用にしたな。だからもう1週間でやめましたんで、僕は散々考えてやで。なのでもうね、仕事もなんか社会人とかさ、まあこの仕事続けるか続けないかとかさ、まあいろいろあると思うんやけど、まあ自分のさ、こう気持ちみたいなものをさ、しっかりこれが嫌だ、これが好きだとか、そういうのをちゃんと固めていく、自分をもっと知っていくと、最終的に自分が好きな形になれるんかなって思う。もうこれが嫌だってしっかり気づいた時点で、もうそれを避けるようになっていくねん、人生って勝手に。それに気づいた瞬間にな、これが好きだとかこれが嫌いだって、そんなずっと嫌いだって気づいてることずっと続けようなんて思う人おらんやん。だからその気づくっていうだけでもう勝手にその後の人生は避けるようになるから。だから僕はそういう自分に合ってないことをやめていくっていう人生、まあそれが時が経てばできるようになるかもしれんし、そういうのをまあゆっくりそういうのの距離感を考えながら今まで生きてきたかな。だからまあ今こうしてさ、なんかすっごいお金でこういろんなものを解決するんじゃなくて、自分の生活力みたいなもので解決するっていうように今は自分がこう落ち着いてるし、だから結局こう大人になればなるほど人生楽じゃない？楽やんな昔より自分は楽やねんけど、今ほんまに学生時代って苦しいことばっかりやったから、全然今が楽。今だってしんどいけど、なんかその頃に比べたらよっぽどマシかなって思う。っていうのはやっぱりその自分のやりたいこととかさ、自分を知ってった上でこれが合ってない、これが合ってるっていうのを考えていったから今があるわけで、だから何かを頑張るっていうのはさ、とても大事なんやけど、その頑張るっていうのが苦しい方向を耐える、苦しいものでも耐えなきゃいけないみたいな、それに行き過ぎるとそれは努力って言えるのかっていう疑問になってくるから、なんか僕は自分を知ることに努力したっていう感じかな。まあその結果まあなんか豊かな暮らしができてるかとかは分からんけど、多分全然普通に一般の人とは比べたら全然できてないけど、心は昔よりよっぽどマシ。まあそういう切り捨てる覚悟っていうのはいるかもしれんけど、慣れていきますんで、まあなるようになりますよっていう、なるようになりますけれども自分の気持ちだけは見逃さないでねっていうのが僕は結構思うところでございました。最近はいろんな本を買ってまして、人間の建設とか、これ岡清さんっていう、まあ僕が好きな数学者の人
とか最近金の勉強をめちゃくちゃしてて、菌類が世界を救うっていうこういう本を買ったり、あとは土中環境とか、まあこういうのは菌と植物が土の中ですごい共生関係を作っているんですよみたいな、本来の自然のリズムが分かるような本。まあちょっとこの辺ももう爆語りしたいなと思ってて、誰も金なんで興味ないかもしれんけど、まあその興味ないことを押し付けていこうかなっていうふうに思ってますんで、だからこういうやっぱ自分がさ、僕は勉強なんて全く好きじゃなかったけど、まあ好き云々というより前にちゃんと授業受け入れてなかったから学校に行けへんくて、だから好き云々の前にもう毎回授業にさ行ったら、まあ1時間抜けるわけない。1日休んだらその日の授業1時間2時間とか抜けるやん。だからその日は一生懸命聞くんよ。あ、やばい、遅れてると思って一生懸命聞くんやけど、前の授業受けてないからその振り返りがないから全く分からへんの。ダメでしたね。まあなんかこういうさ、好きな本を読みたくなるんよ。これは頑張って勉強しようとか思ってなくて、これについて知りたいっていうのが、なんか自分を興味向いてちょっと好きかもって思ったことをこう貫いていくと、なんかたどり着くんよ、きっとどこかにたどり着くんよ。なのでこういうまあ金に物言わせなくてもたくさん楽しめるものはありますんで、そういう好きとかをたくさん見つけて、まあしんどい人はもうバンバン金稼いだんでっていう人はもう稼いだらいいと思います。でももうなんか苦しいよっていう人はまあ一回捨ててみるっていうのはめちゃくちゃ大事やと思う。その苦しいものから離れるっていうのがめちゃくちゃ大事やと思いますので、まあ適当に生きてもなんとかなりますんでね。そんな話でした。さようなら。